英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って今どんなことが注目されているのか英語を学習しながら情報力もどんどん上げていきたいと思います。世界が注目、トランプ氏勢いを止まらずということで、今年11月アメリカ大統領選挙がありますけれども、トランプ氏ものすごい勢いで共和党の大統領候補になりそうだというこのニュース使いながら英語力と情報力上げていきたいと思います。まず英語字幕ありで NHK ワールドニュースを見てニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながらしっかりと英語字幕を私たちも声に出しながら英語のスピーキング力アップ、そして難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味理解をしながら英語力、情報力どんどん上げていきたいと思います。3番目は同じニュース、今度は英語字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと詳細を聞き取れるのかどうか、学習した単語表現しっかりと記憶に残っているのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学びながらしっかりと NHK ワールドから情報頭にインプットしますけれども、4番目はもう一つ大切なアウトプット練習をしていきたいと思います。しっかりと得た情報を今度は自分の英語のスピーチで相手に伝えることができるのか、日本人が一番苦手と言われている英語を話す力をどんどん上げていく練習、マイクロソフト生成 AI を搭載したコーパイロットのチャットを活用しながらやっていきたいと思います。無料でいつでも好きな時に好きなだけ英語を話す練習、まるで人間と英会話をしているように楽しめますので、ぜひ参考にしてみてください。英検1級家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それではこの NHK ワールドニュースを見ながら今どんなことが世界で起こっているのか、アメリカで起こっているのかチェックしていきましょう。 Let's get it started。 さあそれではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきたいと思います。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取りできそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は右側の原稿は忘れて左の NHK ワールドニュースだけしっかり集中して見ていただければいいと思います。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. それでは字幕ありで見ていきましょう。Now, Trump is getting closer to becoming the Republican Party's candidate in that upcoming race. He easily won the Nevada caucuses, further solidifying his lead in the party's nomination contest. You know, if we win this state, we easily win the election in November. We have to win the election. With 80% of the ballots counted, Trump took more than 99% of the votes. Trump won virtually unopposed. His biggest rival, former U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley, did not participate in Thursday's contest. Trump now has 62 delegates. Haley has 17. The party considers the caucuses as its official nomination election. Haley ran in a primary in the state on Tuesday, in which no delegates were awarded. The next Republican contest is a primary in Haley's home state of South Carolina on February 24th. She's been focusing her campaign there, where she served as governor. Analysts say if Haley fails to score a notable result in the state, pressure will intensify for her to drop out. さあどうでしょうか。字幕ありで確認してみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要を捉えることできましたでしょうか。アメリカの大統領選、その候補者選び、民主党、共和党で始まっていますけれども、なんといっても共和党の代表が誰になるのかというところで、元大統領のトランプ大統領とニッキー・ヘイリーさんですね。国連大使だったニッキー・ヘイリーさんの一騎打ちですけれども、勢いはダントツでトランプさんの方があるというこのニュース。では次はですね、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、しっかりと字幕を音読して、英語を話すことに慣れて、英語を話す練習をしながら、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、理解していきたいと思います。やはり英語、話さないと話せるようにならない、上達しないので、しっかりと英語を声に出してですね、見ていきたいと思いますので、声が出せる視聴者の方は一緒に英語を話していきましょう。ではまず、この色の変わっている部分を見ていきたいと思います。
Now Trump is getting closer to becoming the Republican Party's candidate in that upcoming race. He easily won the Nevada caucuses, further solidifying his lead in the party's nomination contest. ということで、このはいは小文字ですけども、現在トランプ氏次期選挙戦での共和党候補に近づいているネバダ州党員集会で楽々勝利、党の指名争いでリードをさらに固めたということで、世界中が固唾を飲んでいる固唾を飲みながらですね、アメリカの大統領次誰がなるのかということですけども、どうやら共和党の大統領候補はトランプ氏になるんではないかと、いうことが濃厚になってきているということですね。ではここ覚えておきたい単語や表現を見ておきましょう。get closer。ここは進行形で getting closer になってますけども、どんどん何々に getting closer to 近づいてきているということで、共和党のアメリカ大統領候補に becoming なるということがトランプさんに近づいているということですね。candidate というのは候補です。upcoming これから起こるということですね。起こっている。そして、Nevada caucuses というのですね。caucuses というのは党員集会というですね。ネバダ州で開かれた caucuses、党員集会で easily won 楽々勝利を収めた。そして、further というのはさらにですね。さらに solidifying というのは固めるですね。His lead in the party's nomination contest 共和党の大統領候補、そのリードをさらに solidifying 固めたということです。では次、ここですね、見ていきましょう。You know, if we win this state, we easily win the election of November. We have to win the election. With 80% of the ballots counted, Trump took more than 99% of the votes. ということで、トランプ大統領、この州で勝てば11月の大統領選には簡単に勝てる。私たちは選挙に勝って私を大統領にしなければならないと言ってるわけですね。このネバダカーカシス、ネバダで開かれた党員、選挙ですけども、開票率 90% の時点でトランプ氏 99% 以上の票を獲得したということです。なんでこんなことになっているのか、後で出てきますね、理由が。ではまずここ単語を見ておきましょう。election というのは選挙ですね。そして ballots counted。ballots というのは投票ですね。票。ballots counted 80% の票が数えられてトランプさんがなんと 99% 票を集めているということです。さあではなぜそんなことになっているのか見ていきましょう。Trump won virtually unopposed. His biggest rival, former U.S. Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, did not participate in Sunday's contest. Trump now has 62 delegates. Haley has 17ということでトランプ大統領、事実上、抵抗なく、簡単に勝ったということですね。最大のライバルである、争っているニッキー・ヘイリーさん、元アメリカ国連大使ですけれども、この木曜日の、このネバダ州のですね、カウカシス、党員集会に出ていないというですね。だから不戦勝のような形ですね。トランプ大統領、現在62人の大議員がいる。ヘイリー氏は17人ということで、アメリカの選挙というのは直接選ぶわけではなくて、この大議員ですね。それぞれの州でこの大議員を獲得していって、その数が多い方が最終的にですね、大統領になるという、そういうやり方をとっていますので、共和党の中で候補を選ぶときも、大議員、獲得した大議員の多さで決まっていくということですね。さあではここ見ておきましょう。単語表現。virtually というのは事実上ですね。unopposed 抵抗なく。だから不戦勝ですね。virtually unopposed。そして ambassador というのは国連大使ですね。United Nations 国連ですから、国連大使だった、このニッキー・ヘイリーさんとですね、トランプさん、どちらかが共和党の大統領候補になるということです。participate in というのは参加するという意味ですね。ただこのニッキー・ヘイリーさんはこの木曜日のコンテスト、ネバダ州の党員集会には did not participate in 参加しなかったということです。delegates というのは大議員ですけども、今トランプさん62人獲得、ヘイリーさんは17人ということで、大差がついているということですね。それではここ、もう一度というか音読しながらスピーキング力アップしながら悩みていきましょう。
The party considers the caucuses as its official nomination election. Haley ran in the primary in the state on Tuesday, in which no delegates were awarded. ということで、なんで一緒の党員集会に出ていないかですけども、共和党党員集会をこのネバダ州では正式な指名選挙とみなしている。ヘイリー氏、火曜日にネバダ州で行われたプライマリー予備選に出馬したけれども、大議員の獲得、そこでは得られないので獲得はなかったということで、そういうことになってしまっているということですね。それではここを押さえておきたい単語表現。consider というのは考慮する、そのように考えるということです。caucuses 党員集会を as 何々として consider 考えているんだよ。党員集会を official nomination election 共和党ではネバダ州正式な、候補者選びというのは caucuses 党員集会でやる、そこに、ヘイリーさん出なかったので、大議員獲得できないということですね。in primary というのはですね、予備選という意味です。in primary ですね、覚えておきましょう。そして no delegates 大議員を獲得することは与えられなかったですね。no delegates were awarded。さあでは次見ていきたいと思います。さあ最後、ここですね。少し長いですけども、音読してしっかりとスピーキング力上げつつ内容を見ていきましょう。The next Republican contest is the primary in Harry's home state of South Carolina on February 24th. She's been focusing her campaign there, where she served as governor. Analysts say if Harry fails to score a notable result in the state, the pressure will intensify for her to drop out. ということで、さあ次どうなるか。次の共和党大統領候補選挙というのは2月24日に、ハーレー氏が地元サウスカロライナ州で、ガバナーですね、ガバナーを務めたそこで行われるということです。もし、この、ガバナーですね、ヘンリーさんの地元、ここでもしヘンリーさんが成績、トランプさんに勝たなければ、大差で勝たなければ、共和党の中でもですね、辞任、もうこの大統領候補者レースからですね、ヘンリーさん降りた方がいいよ、そういう圧力が強まるということですね。地元でもしトランプさんに負けるようなことがあれば、もうこのレースからですね、出て、諦めて、共和党の候補者はトランプさんになる。そういう可能性が非常に高いということですね。それではここを押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。Next Republican Contest 次の共和党の候補者選びっていうのは Primary in Harry's home state 予備選で行われるどこかというと、ヘイリーさんの地元サウスカロライナで2月24日に行われるんですね。Served as governor ガバナーですね。ガバナーとしてserved 使えたそんな場所で行われると。Analysis というのは専門家分析家ですけれども If Haley fails to ということでもしここでヘイリーさんが fails to 何々に失敗する score a notable result notable 目を見張るような結果対象で勝つそれに fails to 失敗をした場合は the pressure will intensify for her to drop out諦めた方がいいというプレッシャー圧力が intensify 強くなっていきますよということですね。さあ世界中が次の大統領誰になるのか固唾を飲んで見守っていますけれども今の勢いそのままにですね、トランプ元大統領とそして現職の、バイデン大統領一騎打ちになった場合この勢いありますのでもしかすると次の大統領トランプさんになるかもしれない私たちはそんな歴史の転換点非常に大事なアメリカ大統領選挙をこのようにですね、見れているわけですけれども、世界に与える影響、計り知れないと言われていますのでどうなるのか、見守っていきたいと思います。さあでは英語日本語でしっかりと単語を学習しながら表現を学習しながらそして詳細を確認しながらしっかりと英語力情報力アップできたと思いますので次は3番目字幕なしでですねもう一度このニュース見てみましょう。今度は英語のリスニングだけで学習した単語表現しっかりと聞き取れるのかニュースの詳細の内容を聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles.
Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは、英語字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度集中して見てみましょう。Now, Trump is getting closer to becoming the Republican Party's candidate in that upcoming race. He easily won the Nevada caucuses, further solidifying his lead in the party's nomination contest. You know, if we win this state, we easily win the election in November. We have to win the election. With 80% of the ballots counted, Trump took more than 99% of the votes. Trump won virtually unopposed. His biggest rival, former U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley, did not participate in Thursday's contest. Trump now has 62 delegates. Haley has 17. The party considers the caucuses as its official nomination election. Haley ran in a primary in the state on Tuesday, in which no delegates were awarded. The next Republican contest is a primary in Haley's home state of South Carolina on February 24th. She's been focusing her campaign there, where she served as governor. Analysts say if Haley fails to score a notable result in the state, pressure will intensify for her to drop out. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで見てみましたけども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなっていう方はですね、動画前に戻って何度も聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズム、イントネーションにしっかりと鳴らしながら、新しい単語表現も覚えつつですね、リスニング力アップ、単語表現力アップ、そして情報力も一緒にアップしていきましょう。さあ、ここまではしっかりと英語を学びながら情報、最新情報ですね、アメリカ大統領選挙、共和党選び、最新情報を得られたと思いますので、次はそのインプットした情報をしっかりと英語を話しながらアウトプットする練習。日本人が苦手と言われている英語のスピーチ練習。マイクロソフト生成 AI を搭載したコーパイロットというチャットを使いながらやっていきたいと思います。これを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所でですね、まるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やしていくことができます。日本に住んでいると普通に生活していると英語を話す必要ありませんし、英語を使って外国人とやり取りすることもないと思います。使わない英語、話さない英語、そのままでは絶対に話せるようになりませんので、やはり話す練習をするっていうのが一番の上達の近道です。このチャットを使うと、それがいつでもどこでも好きな時に無料でできますので、今からどのように活用しているのかデモンストレーションしたいと思います。ぜひ参考にしていただいていいなと思ったら実践してみてください。使うのは今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットですね。2つ注意点があって、1つ英語で話しますので、言語設定は日本語ではなくて、このように英語に設定するようにしてください。これが1つ目。そして2つ目は、この Use Microphone というボタンをクリックして英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間があると、このチャット、話が終わったと思って、リスニングを強制的にストップしてしまいますので、できるだけまだ話しているよということが伝わるようにですね、例えば well、日本語で言うみたいな感じですね。声を出して well とかですね、I'm thinking about とか何かつなぎながら話すとスムーズに英会話できると思います。それでは今から NHK ワールドニュースから得た情報をもとにですね、このチャット英会話していく様子をデモンストレーションしますので参考にしてみてください。Let's speak in English out loud and try to improve our speaking ability in English. Let's try it. それでは今から英会話したいと思います。Hi Bing, how are you doing today? I'm good.I would like to improve my speaking ability in English, and as a part of that practice, I would like to share latest news with you by speaking in English, the latest news I got from NHK World Japan. Is that okay? Are you ready to listen my English speech about latest news? こんな感じで話しかけると聞き取ってくれて、英語のスピーキングと Hello. 文字で返してくれます。I'm here and ready to listen to your English speech about the latest news. Please go ahead and feel free to share the news you've got from NHK World Japan. Alright, thank you very much for your reply and the supportive comment.
So the latest news I got from NHK World Japan is the situation of United States Republican candidates for next US president. According to the news I got, the momentum for former President Donald Trump is still strong. It is about the result of Nevada caucuses, and Trump easily won. Not easily, virtually no oppositions from Nikki Haley, because Nikki Haley did not participate in that Nevada caucuses, because she participated in the primary in Nevada. So, Mr. Trump won in Nevada states, and according to that news, the number of delegates is about more than 60 for Mr. Trump, and the delegates number for Nikki Haley is about 17 or 16. So already, the number of delegates between two candidates has a huge gap, and the momentum for Trump is so strong. That is what I feel. こんな感じで話すと関連する英語を返してくれます。Thank you for sharing the latest news about the United States Republican candidates. It appears that former President Donald Trump continues to maintain a strong position. In the recent Nevada caucuses, Trump emerged as the clear winner, facing virtually no opposition from Nikki Haley. Interestingly, Nikki Haley did not participate in the Nevada caucuses due to her involvement in the state's primary election. Here are the key points from the news. Donald Trump secured victory in Nevada, and the number of delegates supporting him exceeds 60. In contrast, Nikki Haley received only 17 or 16 delegates. The substantial gap in delegate numbers indicates a strong momentum in favor of Trump. It's worth noting that Trump's campaign has gained momentum after decisive wins in Iowa and New Hampshire, positioning him as a dominant candidate in the Republican race. Meanwhile, Nikki Haley's recent defeat in the Nevada primary further solidifies Trump's lead. As the race unfolds, we'll continue to monitor developments in the presidential campaign. Thank you very much for your comment and valuable information. Yes, we need to monitor, and I'm personally is very interested in this race. Maybe not only me, but also so many people around the world are putting focus the result who will become next US president, because it definitely affects so much things in this world. And I got information from NHK World News is next primary will be held in South Carolina, which is a home state for Nikki Haley because she was a governor there. If Nikki Haley would lose here, that place in South Carolina against former US President Donald Trump, it might be possible that actually the presidential candidate from Republicans will be Mr. Trump. Thank you for sharing your interest in the U.S. presidential race. Indeed, it's a topic that captivates people worldwide as the outcome has far-reaching implications. The question of who will be the next U.S. president is a matter of great significance. The upcoming primary in South Carolina, Nikki Haley's home state, adds an interesting twist to the race. As a former governor of South Carolina, her performance there will be closely watched. If she were to face defeat against former President Donald Trump, it could strengthen Trump's position as the dominant Republican candidate. The dynamics of this race are constantly evolving, and each primary and caucus plays a crucial role in shaping the path to the nomination. As we continue to follow the developments, let's stay informed and see how the candidates fare in South Carolina and beyond. All right, thank you very much for your comment. As far as I know, somebody said the biggest risk in year 2024 is that former US President Donald Trump will become US President again. Do you know this topic? And if you so, could you share some kind of what kind of risks will come up if
Donald Trump will become next US president. Can you tell me some of them or all of them? What kind of risks will be involved? As of now, there is indeed significant concern about the possibility of former U.S. President Donald Trump returning to the White House in 2024. Okay. Let's explore some of the risks associated with such an outcome. Global stability and diplomacy. Trump's unconventional approach to international relations during his first term raised concerns. His unpredictability and disregard for established norms could destabilize global alliances and diplomatic efforts. His relationship with leaders like Vladimir Putin and skepticism toward NATO could impact geopolitical stability, democracy, and institutions. Trump's refusal to accept the 2020 election results and his false claims of widespread fraud undermine trust in democratic processes. A second term might further erode faith in institutions. The January 6th Capitol riot demonstrated the potential consequences of such rhetoric, and his return could exacerbate divisions and threaten democratic norms. Domestic policy and social cohesion. Trump's policies during his first term were polarizing. His focus on immigration, tax cuts, and deregulation had both fervent supporters and strong critics. A second term could intensify divisions on issues like immigration, healthcare, and racial justice, impacting social cohesion within the U.S. Economic uncertainty. While Trump's first term saw economic growth, his handling of trade wars and tariffs caused volatility. His return might lead to similar uncertainties in global markets. His approach to economic policy, including tax reform and infrastructure spending, could impact the U.S. economy and global trade. Environmental concerns. Trump's withdrawal from the Paris Agreement and rollback of environmental regulations raised alarm among climate advocates. A second term could hinder progress on climate change mitigation and exacerbate environmental challenges. Social justice and civil rights. Trump's stance on issues like LGBTQ+ rights, women's reproductive rights, and racial justice was contentious. His return might affect progress in areas such as equality, police reform, and voting rights. Legal and ethical questions. Trump faces a multitude of legal cases, though some may not reach trial before the election. His legal battles could continue during a second term. The potential implications of these cases, including convictions or pardons, could impact his presidency. In summary, a second Trump presidency would likely bring significant risks, affecting both the U.S. and the world. It's essential to closely monitor the unfolding political landscape and consider the potential consequences of such an outcome. All right, thank you very much for your explanation about potential risks if Donald Trump will become next US president. I remember that he is always saying, "Make America great again." That means what he is caring about is only America first. So I think it might create turmoil in other parts of the world, involving America itself, I guess. But I think we are standing there very sensitive time and eras, which we are now seeing the changing of this world. So that is one of the changing point is this United States presidential election this year. So I'm trying to trace the result and how this is going forward in the future until final day, November this year, 2024. Thank you very much for your time. It was so fun to have this kind of very interesting and valuable conversation exchange between you and me. And you are depending on the AI technologies, and I appreciate it very much because I can do this kind of practice speaking in English with you like this. And I can get so many new knowledge and information from you, Copilot. Thank you for your thoughtful insights. You're absolutely right that the U.S. presidential election has global implications, and the phrase "Make America Great Again" reflects a focus on America's interests first. Right. As we navigate this sensitive time of change, it's essential to stay informed and engaged. I appreciate our conversation as well.
It's wonderful to engage in valuable exchanges like this. Remember, the world is constantly evolving and each election shapes our collective future. Let's continue to follow the developments and see how the race unfolds until November. If you have any more questions or topics to discuss, feel free to reach out. Keep practicing your English, and I'm here to assist anytime. こんな感じでデモンストレーション、してみましたけれども、本当に無料でこんなにですね、たくさん英語を話してしっかりと英会話ができる、この AI を搭載したコーパイロット、本当に英語学習のですね、最強の学習相手、になってくれると思います。何度も繰り返しですけども、無料でいつでも好きな時に、いつでも好きな場所で、これだけ英語を話す機会というのはなかったと思いますので、これを活用していくことによって、日本人が苦手と言われている英語を話すスピーキング力、どんどん練習することによってアップしていくと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。さあ、いかがだったでしょうか。今回の NHK ワールドニュースを使っての英語力アップ、情報力アップでしたけれども、共和党の大統領候補、トランプ氏の勢いが全く衰えずということで、共和党の大統領候補にトランプさんがなるんではないかと、個人的には思っていますけれども、皆さんはどう感じていますでしょうか。そして次の、共和党候補者選び、2月24日、サウスカロライナ、ニッキー・ヘイリーさんの地元ということで、ここでニッキー・ヘイリーさんが負ける、トランプさんが勝つということになれば、もう共和党の候補はトランプさん一本化されるのではないかなと、こんな風に思っていますけれども、いかがでしょうか。平均級家事チャンネル。引き続き英語力アップ、英語を学習しながら情報力アップできる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語を学びながら情報力もどんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. This time it was about presidential race in Republicans. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, AKEQ Kaji Channel. Thank you for watching. Have a great day. Goodbye.